ですね、正直に申し上げて、障害者の方に来られても迷惑なんですわ。えどうせ見るだけ見て契約しないんでしょ。さっきのボロアパートに決めましょうよ。営業マンの言葉に俺は深く傷つき、同時に強い怒りを覚えた。この体のせいで俺はこれまでいろいろと嫌な思いをしてきた。だけどここまで直に侮辱され傷つけられたのは初めてだ。俺だって好きでこんな体になったわけじゃないのに。ヘラヘラと笑いながら俺を見下している営業マン。彼には自分の罪を自覚してもらわないといけない。俺はポケットからスマホを取り出し、例のあの人に電話をかけた。俺の名前はマサト、26歳。春から都内で働く予定になっている。車椅子での通勤になるから住まい選びには気を使いたいと思っている。こんな体でさえなければもっと選択肢も広がったのにな。俺の子供の頃の夢はサッカー選手だった。けれど高校2年生の頃にその夢は絶たれた。家族3人で車に乗っている時に交通事故に巻き込まれ下半身不随になったからだ。この事故で両親は他界。交通維持になった俺は一時は両親の後を追うことも考えた。そんな俺を必死で励ましてくれたのが岩田さん。岩田さんは俺の両親の命を奪ったトラック運転手の雇用主にあたる人だった。どうお詫びをすればいいか。本当に申し訳ありませんでした。マサト君、せめて私にできる限りの生活の援助をさせてください。この通りです。どうかお願いします。実業家の岩田さんは治療費も生活費も進学の費用もすべて面倒を見てくれた。居眠り運転をしたトラック運転手本人よりもずっとたくさん俺に謝ってくれた。俺は次第に岩田さんに心を許し、いろいろな話をするようになっていった。岩田さんも家族を交通事故で亡くした人だと知ったのはずいぶん後になってからだ。私にも息子がいるんだ。生きていればマサト君と同じ年頃だった。虫のいい話だけれど、あの子にしてあげられなかったことをこれからマサト君にさせてくれないか。俺は岩田さんの気持ちに応えたくて、辛くても精一杯生きることを決めた。リハビリをしながら勉強も人一倍頑張った。誕生日、大学入学、成人式。岩田さんは節目節目には必ず俺のために祝ってくれた。岩田さんは俺を実の息子のように可愛がってくれた。もちろん俺もそんな岩田さんのことをもう一人の父親だと思って接した。大人になり就職先が決まった今も俺と岩田さんの絆は変わらず強いままだ。部屋探しにあたって俺は不動産屋に電話して内覧の予約を取った。当日俺が不動産屋を訪ねると、担当の田中という営業マンは露骨に顔をしかめた。俺はまたかと思った。不動産屋に限らず車椅子に乗った俺への対応を嫌がる人はこれまでにも何人も会ってきた。バスの運転手やタクシーの運転手、車椅子利用者であることを事前に伝えなかった俺も気遣いが足りなかったのかもしれない。当然だが健常者と違う対応になるはずだし、相手にも心の準備というものがあるだろう。ただ訪ねた不動産屋が扱う物件にはバリアフリーの記載があるものが多数あった。体の不自由な人を案内する用意があると考えるのも当然ではないだろうか。ところが田中はとんでもないことを言い出した。車椅子のお客様には基本的に物件をご案内していないんですよね。え？
そんな、どこかに車椅子不可とか書いていましたっけ？そんな表示をしたら大問題になりますよ。ですね、オーナーさんが嫌がるんですよ。だってほら、車椅子で移動していたら床や壁に傷がつくじゃないですか。俺は床には厚手の絨毯を敷く予定でいる。壁にもぶつからないように気をつける。学生だった頃も賃貸マンションに住んでいたから、その辺の配慮はできるつもりだ。俺がそう言うと、田中は渋々といった様子で内覧に連れ出してくれた。田中が運転する営業車に乗って最初の物件に向かった。俺の乗り降りのサポートや車椅子の積み込みの時、田中はいちいちため息をついた。こういう心ない対応をされると、こっちは本当に傷つくのだ。いくらなんでももう少し気を使ってくれよと言いたくなる。見せてもらう予定の部屋の前まで来た時だった。田中がタブレット型の携帯端末を取り出して操作し始めた。室内はこのようになっています。え？目の前にあるこの部屋なんですよね。どうして画像で？いや、ですからタイヤで床が傷つくじゃありませんか。それくらい察してくださいよ。室内に直接入ることはご遠慮ください。まだこの部屋にすると決まってはいないでしょ。こんなひどい対応をされたのは初めてだった。いくらなんでもあんまりじゃないか。とはいえ、言いたいことはわからなくもない。俺は怒りを抑え、画像を見せてもらうだけで我慢した。物件の立地や内装への不満よりも、田中に対する憤りでイライラしてしまった。2軒目でも田中はやはり俺の車椅子を玄関前で止めた。タブレットを操作して中の画像を見せてくる。こんな画像、自分のパソコンで見れるじゃないか。分かったのは、車椅子で玄関先まで移動する感覚だけだ。俺の不満は募る一方だった。車椅子利用者に対してはいつもこういう案内をするんですか？まあ私の場合はですけどね。どうせ契約しませんよね。別のところを案内しますよ。この田中という営業は見たところ年下で、しかも足が不自由。そんな俺のことを完全に見下していると強く感じた。そんなに嫌ですか？車椅子利用者への対応、何か理由でもあるんですか？いや、なんというか、こちらの立場も考えていただきたいんですよね。例えばあなた方、何か災害があっても一人じゃ逃げられないですよね。私たち責任は取れませんよ。緊急時のことを言い出すなんて言い訳にしか聞こえなかった。きっと田中はただ単に俺を相手にするのがめんどくさいだけだ。この時点で案内を断って帰ればよかった。田中が進める3軒目を訪ねた時、俺はもっと嫌な思いをすることになった。ここですと田中が車を駐車場に止めた。あまりのことに俺は言葉も出なかった。3軒目の物件はいかにも古そうなオンボロアパートだったからだ。俺の希望には全くそぐわない。どうしてこんな場所を案内するんだろう。田中はもうすっかり慣れた様子でトランクから車椅子を出し、俺を座らせた。連れて行かれたのは1階の奥の部屋だった。バリアフリーという言葉が日本に浸透するより前に建てられたアパートだと思われる。敷地の中には車椅子では越えにくい段差もある。これではサポートなしでは動きにくい。このアパートでは田中はタイヤを拭って俺を室内まで案内した。中はリフォームされているのかと思えば、全くそんなことはなかった。床も壁も天井もシミやカビですごく汚い。俺は唖然としてしまった。ここに決めたらいかがですかと田中が朗らかに言った。1階ですし、
何かあったらさっと外に出られますよ。床や壁を気遣って暮らす必要だってありません。だってもうこんなにボロボロですからね。これぐらいがちょうどいいですよ。田中の言葉に俺は強い怒りを感じずにはいられなかった。ここには住めない。他に見たい物件があるから案内してほしい。と俺はそれだけ告げて外に出た。後ろで田中が聞こえよがしなため息を漏らした。俺が4軒目に指定したのは先の3軒とは別格のタワーマンションだった。田中はもちろん俺を玄関先でストップさせ、タブレットで内部の画像を見せてきた。俺が黙って画像を見ていると、田中がクスクスと笑い出した。何がおかしいんですか？いえいえ、すみません。でもあんまり無理しない方がいいですよ。無理でしょう。あなたみたいな人がどう頑張っても障害者には売れません。ですね、正直に申し上げて、障害者の方に来られても迷惑なんですわ。どうせ見るだけ見て契約しないんでしょ。さっきのボロアパートに決めましょうよ。車椅子利用者の俺はこれまでいろいろと嫌な思いをしてきた。だけどこんなにも直に侮辱されて傷つけられたのは初めてだ。俺だって好きでこんな体になったわけじゃない。それなのに。田中はヘラヘラと笑いながらこちらを見下ろしている。とてもじゃないけど許してはおけない。俺はポケットからスマホを取り出し、頼りになるあの人に電話をかけることにした。もしもし、岩田さん、正人です。はい、そうです。内覧でいろいろ見せていただきました。はい、やっぱり最初に勧めていただいたマンションにしようと思います。田中はきょとんとしている。無理もないことだ。俺とこのマンションのオーナーが知り合いだなんて彼は知らなかったのだから。オーナーにさせていただくというお話もありがたくお受けします。それで早速なんですが、ぜひ仲介業者を変えたくて。構いませんよね？は？ちょっと？田中の頭の中は随分と混乱している様子だった。俺は岩田さんに仲介業者を変えたいという思いに至った経緯を説明した。田中から受けた数々の侮辱について詳しく話すと、岩田さんは激怒した。その営業マンに代われというので、俺はスマホを田中に渡した。激高した岩田さんの怒鳴り声はものすごかった。スピーカーにしたわけでもないのに、俺の耳にまで声が届いた。貴様は人権という言葉を習ったことがないのか？恥を知れ恥を。今すぐ社長にこのことを連絡するからな。厳罰を覚悟しろ。沙汰があるまでその場を動くな。わかったか？その場でペコペコと頭を下げ、必死で謝る田中。通話を終えて俺にスマホを差し出す彼の手は面白いほどブルブルと震えていた。申し訳ありませんでした。どうかお許しください。と田中は俺にも繰り返し謝ってきた。オーナーの岩田様とはどのようなご関係なのですか？親子みたいなものです。もう話しかけないでいただけますか？申し訳ありません。しばらく待っていると、駐車場に高級そうな黒塗りの車が入るのが見えた。車からスーツを着た初老の男性が2人出てきた。1人は社長、もう1人は田中の直属の上司だろう。ここへやってきた2人は揃って俺に頭を下げた。そして田中を叱り飛ばした。岩田様から厳しいお叱りの言葉を受けたぞ。田中、お前はこちらのお客様に対して大変な失礼を働いたそうだな。何のつもりでそんな真似をしたんだ？理由を言いなさい。それは田中が謝罪と詳しい説明をする。俺はそう確信していた。ところが田中は自己保身に走り、その場を取り繕ろうと弁解を始めたのだ。
私はこちらのお客様に対して失礼なことなど一言も申し上げておりません。完全な濡れ衣です。事実無根です。誤解があるとしか思えません。何を言い出すんですか？あなた間違いなくこちらを侮辱していましたよ。ですから誤解があるとしか思えません。私はいついかなる時もどんなお客様に対しても公平な立場で平等に接することをモットーに掲げていますから。社長も上司も困惑している。俺も呆れてはいたが同じ気持ちだった。あろうことか嘘を並べて身を守ろうとするなんて。俺は田中に対して怒りよりも先に哀れみを感じた。苦し紛れの奇策が一層自分の首を絞めることになるとは思わなかっただろう。俺はスマホを取り出し、レコーダーアプリを起動させて音声を再生した。ですね、正直に申し上げて、障害者の方に来られても迷惑なんですわ。突然流れた自分の声を聞いて田中が絶句した。目を丸くしてこちらを見ている。俺はその他の暴言も次々に再生してみせた。田中の顔がどんどん青ざめていく。俺はこの営業は大変な人だと思って2軒目の物件からずっと田中の言葉を録音していたのだ。別にこうなることを見越していたわけではなかったけれど、それにまさかこんなすぐ役に立つとも思わなかった。しばらく聞いていた社長も田中の上司も怒りで顔を真っ赤にして震え始めた。これはお前の声じゃないのか？どういうことか説明しなさい。田中、お前はお客様を侮辱した上に嘘をついて私たちを騙そうとしたのか？そうなんだな。申し訳ありません。嘘をつきました。本当に申し訳ありませんでした。とうとう田中はその場で土下座した。いい大人が泣きながら謝る姿は見ていてあまり気持ちのいいものではなかった。その後、俺は田中と彼のいる会社に対して正式に抗議を申し入れた。田中の対応は障害者差別解消法に触れている。もしも一連の心ない対応で俺が心を病んだとしたら、彼は傷害罪にも問われる。田中と彼の会社の社長、並びに幹部たちからは後日謝罪の挨拶があった。俺はそれを素直に受け入れることにした。ただし仲介業者を変える件については、俺は自分の考えを引くつもりはなかった。田中と似たような対応をする営業が他にいないとも限らないからだ。俺と同じように障害を持つ人があんな苦々しい思いをするなんて許せない。新しく仲介業者になってもらう会社の担当者には今回の件を詳しく話そうと思う。そして間違っても差別的な対応をしないようあらかじめ厳しく言っておくつもりだ。田中と彼の会社は岩田さんを怒らせたことで関係する仕事をすべて失った。多くの不動産を所有する岩田さん、実はかなり大口の顧客だったらしい。田中は詰め腹を切らされ、泣く泣く地方支社へ飛ばされたという。ただ不祥事がトラウマになってしまったのか、しばらくすると自主退社。その後は現地で単発のアルバイトや日雇いの仕事をしているという噂だ。岩田さんからの譲渡で後に俺はタワーマンションのオーナーとなった。とてもじゃないけれど受け取れないと最初は思っていた。だって就職祝いのプレゼントにしてはあまりにも大きすぎる。だけどこうなったのは成り行きだ。ありがたく頂戴して活用させていただこうと思う。心身に障害のある人にとって住まい探しは大きな問題だ。差別的な取り扱いが法律で禁止されていても、なお差別は行われている。規制を上げるから、火災を起こす恐れがあるから、緊急時に避難できないから。不動産業者からそういった理由を並べられて涙を飲んで希望した物件を諦める人は少なくない。俺はこのタワーマンションをそんな立場の弱い人たちのための受け皿にしようと思う。利益なんか求めてはいない。初めから
自分の生活費は自分で稼ぐ予定なのだから。俺のような辛い思いをする人がいない社会、障害のある人が障害を理由に生きづらさを覚えることがない社会、そういう社会を実現するための一助になること、それが今の俺の目標だ。